こんにちは、なっきです。今日は影の入れ方をやっていきたいと思います。お顔の半分だけに影を入れて変化がわかりやすいように撮ってみたので、どう変わったのかぜひ見比べてみてください。影を入れてみたことがない人や、入れてみたいけど入れる場所や色の濃さがわからないなという方は、ぜひ最後までお付き合いください。それではやっていきましょう。どうぞ。向かって右側のお顔にメイクしていきます。まずパーツ周りをメインに影を入れていきます。だいたいいつも二重やアイホール周りから影を入れています。今二重に影を入れていました。二重の始まりと終わり部分は力を抜くようにして色がなくなるように塗って周りとなじませます。二重よりも外側に骨格の影な感じを意識して色をのせています。今使っているのは少し赤っぽい茶色っぽい焦げ茶色です。ここに色を入れると目が大きい印象になるかなと思います。アイホールの厚みの部分に色をのせています。まつげが当たる部分ですね。ちょっと裏側にもつくというかな部分です。下から覗かれても浮かないように埋めておきます。二重幅のみに同じ色を重ねて濃く見えるようにしました。二重幅の中で縦方向にグラデーションを作っています。押し付けているのは二重の線をはっきりさせるため、色をしっかりのせるようにしているからです。メラミンスポンジで膨らんでいる部分だけ薄めに色を落とします。そうするとより立体感が出ます。消した後で目頭側と目尻側に影をつなげるように入れていきます。二重はこんな感じです。右目の方が深みが出たかなと思います。今度は目の下のくぼみ、目頭のくぼみを強調していきます。こちらは彫った部分の内側を暗くするようなイメージで塗っています。ここに色が乗ると目がキュッと締まって見えるような気がします。影のそれぞれの入りと抜きの部分はグラデーションになるようにします。細い部分が塗れる筆に持ち替えて、よりピンポイントに影を置いていきます。同じ色でも置くパステルの粉の量で見た感じが変わってきます。もう少し濃い色を置いてもいいんですが、影が主張が強くなると顔がうるさい感じになりやすいのでセーブするようにしています。全体じゃなくて目立たせたいところ、一番に見てほしいところだけに色を増やすといいかもしれません。目周りが完成しました。影が入ってキュッと引き締まったような印象になったかなと思うのですが、いかがでしょうか。今度は鼻を影を入れていきます。小鼻の横に影を入れています。正面から見て小鼻がはっきりわかると結構リアルな感じがしてくるので、しっかりめに色を入れます。鼻の表面側にも小鼻のラインをイメージして線を描きます。最近は鼻の穴側までつなげるようにしています。どのぐらいはっきり見せたいかはお好みです。メイクをし始めてから削りが十分じゃなかったなと思っても、メイクでこうやって色をのせてあげると形がはっきりしたり、立体感が出たり、存在感が出たりします。なので削りで完成させようとせず、できなかった部分はメイクでカバーするようにしています。あんまり完璧をね求めすぎると削りすぎてしまうので、しっかり残すことを大事にしています。広い面積側の影はメラミンスポンジでぼかすように消しています。影の境界線はぼかしてあった方が違和感なく見られると思います。鼻はこんな感じになりました。個人的に影を入れるとぼやっとした印象がまとまる感じがして好きです。今度はリップに影を入れていきます。彫りに合わせて口角に色をのせています。使っているのは全部同じ茶色です。よく使うこういう茶色とかは茶色のパステルを買っておくのもいいし、混ぜて作っておくのもいいかなと思います。私はだいたい使う色は先に削って作り置きをしています。下唇から落ちる影を追加します。下唇の影の終わりは顎側に線が伸びるので、そういう意識で少し下げるように塗っています。顎の丸みの影とつなげるように塗っていました。上唇の真ん中がふっくら見えるように左右から挟むように影を入れていきます。上唇の上の人中の終わりにしっかり色をのせるとメリハリが出ます。口角も少し暗くなるように色を置きます。口角は点じゃなくて円錐状にこうあり地獄みたいな感じで
落ちているイメージで作っています。唇にも影が入れられました。上唇は下唇より暗く見えることの方が多いかなと思います。ほっぺがふっくら見えるように下側に影を入れています。ただ下から覗いた時にここだけ焦げ茶色になるのも困るので、目で見た時に違和感がない程度の濃さに留めるようにしています。まあどこの影でも違和感があったら困っちゃうんですけどね。広い面積の時はふわっと大きめにのせられるブラシを使うと綺麗にグラデーションができます。のせすぎた時は1回消します。どの影でもそうなんですが、メラミンスポンジで一度消して調節してみるとより綺麗に入れやすいかなと思います。ほっぺあたりが完成です。眉間の影を入れています。二重の影と鼻あたりをつなぐように色を置きます。目尻側にも少し彫ってあるので、くぼんで見えるように色を置いています。目尻横にも色を入れると丸顔なんですが、少し締まったような印象になります。はい、こんな感じになりました。全影入れ終わりました。引きでも見てみます。こっち側が影を入れていない方で、こっち側が影を入れた方になります。いかがでしょうか？結構右の方がこう飛び出して見えるというか、ふっくら見えるかなと思うんですが、右側と同じように左側もメイクをしていきます。同じ工程なので早送りで送っていきます。まとめると、影を入れるところは削りでくぼむようにしたところと、ふっくら見せたい部分の下側と、あとは切れ目があるよっていうのは鼻の上側とか鼻筋の横とか、ここは段差があるんだよっていうのを表現したい時に入れるといいかなと思います。色は同じ色を使い続けていきました。黒にあんまり近くない方がいいかなと思います。黒くしちゃうと顔が全部黒っぽくなっちゃうので、明るめの茶色系を使うのがいいかなと思います。で、濃さは濃くしたいところだけ粉をのせる量を変えてしっかりつけて、それ以外のところはメラミンスポンジで消して濃さを調節すると良いと思います。完成しました。ということで今日は影の入れ方をやっていきましたが、どうだったでしょうか？この動画を見てやってみたいな、面白かったなと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していってください。ここで一つ小話を。今油淋鶏のタレにハマっていて、そこにブロッコリーをつけて食べるのがブームです。ヘルシーだし罪悪感もなくて最高です。最後までご視聴ありがとうございました。今後もブライスのカスタムに関する動画を上げていく予定ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。